Galaxy S25 ウルトラ 256GB、SC52F の実機レビューをしてみた。2、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。今回はメモリ増加による新旧機種での編集速度比較検証動画です。製品到着までに事前準備を終えているので、早速データを移動して使用を開始します。新機種のメモリ状況。仮想メモリ RAM プラスはデフォルトで 8GB の設定になっていました。これでメモリは12プラス8、20GB となります。ソフト数を A52 と同じにしたらメモリ残量は 5.3GB と出ました。最適化してもすぐにまた使われてしまうし、アプリの一時停止でメモリ確保するのも手間でした。この状態で旧機種と比較してみます。編集速度の比較。まず A52 の編集速度の具合を見ていただきます。このマークは動画ファイルのつなぎ目を表しています。動画を動かして見てみましょう。動画の継ぎ目では処理が重なると速度が落ちます。それをこれから見ていただきます。このつなぎ目たちの動作を見てみましょう。スタートします。継ぎ目をよく見てください。一時停止してしまいます。もう一度。同じ現象です。昔はこんなではなかったのですが、徐々に遅くなり今はこれです。やはり同じです。矢印マークは動画をスライドさせてつなぐところです。そこをスタートします。動きのもたつきがお分かりでしょうか。別の連続した場所です。スライドがカクカクしています。これまでは慣れでなんとか編集をこなしてきました。でもこれだと編集確認に時間がかかるのです。最初に戻ります。スタートします。ここです。何回やっても現象は同じです。下の緑バーは字幕を表していますが、それと重なると症状はもっと顕著になります。編集作業はこんな具合なのです。他にもありますが、顕著なところを見ていただいています。画面スライドのところももう一度見てみましょう。字幕はスライド部分を避けてつけています。それでもこんな感じです。このように処理が重なったところは今のような再生になります。でも出力ファイルは継ぎ目がなくなって一つのファイルになるので、このような現象は生じません。音声が重なると声が一時停止し、尺が取れないのが一番困ります。これが機種変更の動機です。回避のためアプリを絞り込んでその都度停止させ、メモリ確保を繰り返すのも大変です。仮想メモリを 2GB 増やせましたが、そうしても動きはあまり変わりませんでした。次に S25 で同じところを見てみましょう。同じファイルを立ち上げます。同じくこれが動画の継ぎ目です。ここで CPU はいろいろな仕事をするので、性能や条件で遅延が発生します。もう一度この場所の動作を見てみましょう。ベンチマークテストスタートと同時に警告も出ました。どうでしょう、止まりませんね。
3箇所目も同じです。もう一度。OK です。3箇所目はどうでしょう。良好です。スライドのところはどうでしょう。この場所です。スタートします。スライドが滑らかに動いているのがお分かりでしょうか。一時停止すると字幕の表示長さをチェックするときに尺を決められないのです。そんな時は1回出力して具合をチェックするしかありません。空きメモリが 5.3GB となっていたので、おそらく第一候補の A55SC53E では劇的に改善しなかったかもしれません。メモリの力恐るべしですね。もう一度。このネジは非常に紛失しやすいのです。バッテリーを外すためネジ2本を外します。念のため別な場所も見てみましょう。スタートします。ユニットと一体化になっています。これでユニットが外れるのでワンコネクターを外します。コネクターは爪がないのでただ慎重に引き抜くだけです。動作は良好です。左側も同様に外します。これで作業が進みます。無事冷却ユニットが外れました。ガラスフィルムの取り付け A52 です。この機種は R がついていて、それに合わせたガラスフィルムを貼っています。その分反射もあります。こんな感じの画面で3年7ヶ月使っていました。 S25 ウルトラ保護ガラスフィルムの取り付け。シュピゲンの S25 ウルトラ用ガラスフィルムが届きました。このタイプは失敗が少ないので、私は1枚入りで良いのですが2枚入りです。それでは開封します。取り付け枠が同梱なのできつくてなかなか出てきません。これが内容物2セットの全容です。枠とフィルム、空気抜きのヘラとクリーニングセットです。セットには脱脂剤、マイクロファイバークロス、ほこり取りのステッカーが2セット入っています。このステッカーでしっかり処理をしないとエアー混入より面倒なことになります。空気抜きヘラの先端は柔らかい素材です。マイクロファイバークロスを貼り付けているようです。これがフィルム本体2セットです。説明書は簡単な英語で分かりやすく絵とともに記載されています。枠には S25 が遊びなくぴったりフィットします。これなら貼り間違いは 0% ですね。S25 に貼るときにこのタグを使うようです。手順が左から右に描かれています。手順は脱脂、拭き取り、ほこり取り、枠の重ね、圧接、保護フィルム剥ぎ取り、
完成と進めます。手順2、3、4が特に重要ですね。すでに何回も使っているので、先にマイクロクロスで軽く拭きます。それでは最初に戻って脱脂をします。ほこり取りステッカーです。これを使って念入りにほこりを取ります。単純な作業ですが、ほこりが挟まると空洞ができるのです。これくらいで大丈夫でしょう。フィルムを剥がして枠を S25 にかぶせます。ここまではほこりが舞わないように心がけて作業します。枠は上下があってトップと書いてあります。逆も OK な気がしますが、記載に従います。押し付けてスライドさせ30秒待つとあります。ここから剥がすからシールを剥がします。枠は役割を終えましたが、何かに使えると良いですね。保護フィルムの保護フィルムを剥がします。1箇所気泡が入っていますね。このヘラが活躍する時です。右でも良いのですが、上に送っていきます。分散することもなく割と簡単です。簡単に終わりました。全体をよくチェックして終了です。フィルムは押さえていなくともずれたりはしません。フィルムは縁にぴったりフィットしていて、周りに隙間はありません。確かに反射は変わりますが、使用感は A52 と変わりません。説明書の裏面には同じ指紋の2回登録と、通常より長く押し付けるよう書いてあります。こんな感じに仕上がりました。さてここで余談ですが、こんな製品もあります。写真も確認して S25 ウルトラとして手配しましたが、これが届いた製品です。角が R になっていませんし、縁の面取りもありません。合わせてみると若干小さいので S24 用を S25 としてパッケージだけ変えていると思われます。問い合わせたら写真は一例ですとのこと。新しい製品はワイヤレス充電器も注意が必要です。外部メモリの増設。これは手持ちの M2SSD で 512GB を入れています。内蔵ストレージが倍になったとはいえ、いずれ増えてくるので対策を考えておきます。手軽に使うなら大容量 USB メモリですが、外では使わないので当面これを使います。これは 2.5 インチの HDD ですが、
AC アダプターがついていないので直接接続はできません。この HDD を使うには給電可能なハブと PC が必要です。なのでこれはバックアップ用として使うことにします。これはソフト、ファイルマネージャーです。ファイルマネージャーをインストールしている状態で USB 接続するとこのような表示が出ます。そしてファイルマネージャーを起動すると USB 機器のアイコンが現れます。安全に取り外すときはアイコンを長押しして現れるプルダウンメニューの設定を押します。そしてマウント解除をタップすることで外れます。役目を終えたファイルを定期的にチェックしてストレージを軽くするようにします。目標容量はストレージの半分です。ジェミニとボイスピークを対話させてみた。ジェミニの自己紹介。ジェミニ自己紹介してみて。私は Google によって訓練された大規模言語モデルです。私は大量のテキストデータで学習しており、様々なタスクを実行できます。例えば、質問に答える、文章を生成する、言語を翻訳する、コードを生成する。私はまだ開発中であり、Galaxy S25 Ultra の便利機能を聞いてみた。Galaxy S25 Ultra の便利機能について教えて。Galaxy S25 Ultra はサムスンが誇る最新のフラッグシップスマートフォンであり、その卓越した性能と多彩な機能でユーザーに革新的な体験を提供します。Galaxy S25 A52 と比較してもらった。A52 と比較してみて。Galaxy S25 Ultra と Galaxy A52 はサムスンが提供するスマートフォンですが、ターゲットとするユーザー層や性能に大きな違いがあります。以下に両モデルの主な違いを比較します。ジェミニにメモリ不足を考えてもらった。Galaxy A52SC53B で動画編集するとメモリ不足なので A55 だと解決するかな。Galaxy A52SC53B で動画編集をするとメモリ不足になるという問題ですね。Galaxy A55 への機種変更で解決するかどうかについていくつかの観点から検討してみましょう。1、メモリラムの増加。Galaxy A55 は Galaxy A52 よりもラム容量が増加している可能性があります。ラムが増えればより多くのアプリや処理を同時に実行できるようになり、動画編集時のメモリ不足が解消される可能性が高まります。 S25 Ultra ならどうか聞いてみた。S25 Ultra はどうかな。Galaxy S25 Ultra は動画編集を含む様々な用途において非常に高いパフォーマンスを発揮するスマートフォンです。特に動画編集を考慮した場合、以下の点が強みとなります。1、高性能プロセッサと大容量メモリ。Galaxy S25 Ultra は最新の高性能プロセッサを搭載しており、負荷の高い動画編集作業もスムーズに処理できます。また、大容量のメモリを搭載しているため、複数のアプリを同時に起動したり、高解像度の動画を編集したりする際にも、メモリ不足による動作の遅延が起こりにくいです。2、強力なカメラ性能。詳しく質問し直さなくとも、前の質問内容を踏まえて回答していることがよくわかります。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。